まず、1本の弦を用意します。次に、12平均律に基づいて、1オクターブをフレットで12等分します。そこに、ペンタトニックの構成音を配置します。これが原型です。音域を広げるために、原型を横に並べます。同時発音数を増やすために弦を追加します。この段階では、指板は単純で、把握が容易ですが、ピッチが離れた音を同時に鳴らすのは困難です。ピッチが離れた音への移動も大変です。先人たちは4度ずつずらして音を配置するようになりました。それはワープ技術の発明でした。複雑になったように見えますが、実際は同じパターンの繰り返しです。これらは全く同じ音です。鍵盤楽器では、一つのキーで表示されます。これは、一本の弦で作られた原型が、全く同じ形で、他の弦にも存在することを意味します。複数の弦に斜めに並んでいる異弦同音たちが、横にも並んでいます。複数の弦に斜めに並んでいる原型たちも、同じように横に並んでいくことになります。完全に規則的な配列です。一つの弦だけで1オクターブ上まで上昇するのはちょっと大変かもしれません。12フレットありますからね。3度の音と5度の音を1本上の弦にワープさせて、6度とオクターブ上を2本上の弦にワープさせることが可能です。異弦同音へのワープを利用することで、移動距離を大幅に短縮できます。2段階のワープは、1オクターブ上まで左手に収められます。5段階のワープは2オクターブ上までも射程圏内です。ワープ技術は、普段使っているボックスポジションに必須です。1本の弦につき1箇所異弦同音があります。それぞれが、オクターブ上と、オクターブ下を持ち、2オクターブ、3オクターブと続いていきます。どのルート音から見ても、原型が同じ形になるのは当然ですし、2オクターブまでを折りたたんだボックスシェイプも、どのルート音からでも同じ形になります。横軸は半音ずつ、縦軸は4度か5度ずつという完全な規則性があるからです。これが、ペンタトニックのボックスシェイプの源です。上昇も下降もできます。それぞれのラインから6本抜き出したのがボックスシェイプですが、6個ではなく、5個のパーツの繰り返しからできています。5個のパーツが積み重なって、6本のボックスシェイプになっています。原型の最初のパーツの上に、2個目のパーツを乗せて、その上に3個目のパーツ、さらに4個目、5個目を乗せます。1回目のサイクルが完了し、2回目のサイクルへと続きます。
同じサイクルがずっと続いていきます。縦にも横にも広がっています。ペンタトニックのボックスシェイプは、たった一つの形からできています。ただ、切り取り方の違いがあるだけです。5つのパターンの切り取り方があります。どう切り取っても、元の形は全く変わりません。規則的なので簡単に把握できます。しかし、先人たちは、ここで満足できず、さらなる進化を求めました。その結果、ズレが生まれ、規則性が失われました。先人たちは、規則性を犠牲にしても、1度と5度が縦にまっすぐ並ぶことを優先しました。この大きな進化のおかげで、誰もが使う E フォームが生まれました。オープンコードたちも生まれ、ギターはコード楽器として大きな進化を遂げました。しかし、規則性が失われると同時に、一つしかなかったボックスシェイプも5個に増えてしまいました。これは、一番上がシフトする1個目のシェイプです。次は、上2段がシフトするシェイプです。これは、上3段がシフトするシェイプです。続いて、上4段がシフトするシェイプになります。最後に、シフトする部分がないオリジナルシェイプです。5つの形が生まれてしまいましたが、5つのパーツが縦に積み重なっているという法則は変わりません。オリジナルの形の繰り返しが元になっているという理解はまだ役に立つでしょう。初心者のうちからこのようなダイアグラムでギターを学びますが、そこから規則性を見出すのはなかなか難しいのではないでしょうか。本来は、まず、最初に規則的な配列があります。一本の弦から原型を作り、それを5つのパーツに分けて、それらを積み重ねてできたボックスを並べていきます。谷を作り、1フレットずらして、ペンタトニックのボックスシェイプの完成です。